棚板ついたやんけ。はい、おはようございます。今日はですね、実はですね、いつも来るレオ君のおっちゃんのママさんに頼まれまして、ちょっとスポットライトをつけに、行かねばなりません。はい、ということで今朝7時前なんですけど、ちょっとちゃちゃっとつけてこようかなと思います。ということで今日は大した内容ではないと思いますけども、おっちゃんちはビデオ撮れませんので、このままカットとなります。で戻ってきて時間があれば作業をちょっと続けたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月。君は死んじゃったの？それともそこに休憩してるだけ？どっち？ということでね、ちょっと東京では考えられないぐらいの大きい雲さんが、いらっしゃいましたけど、ずっとこの住居のね、中にいらっしゃいましてですね、もうかれこれ多分1ヶ月か2ヶ月ぐらい、あちゃこちゃの壁を這い回っておりましたが、いよいよ床上で、お亡くなりになられたようでございます。ご冥福をお祈りいたします。そして朝ですね、レオくんのおっちゃんちの、スポットライトをつけてきましてですね、戻ってきたらすでに水道屋さんがですね工事をしておりました。はい、これ雨水ですね。前回雨水の配管を撤去してしまったので、浄化槽の外出たところのカメマスに、雨水の配管をつなげてもらいました。そしてこれにね、便器も撤去してもらいました。そしてね、今日洗濯機の試運転をやりまして、初洗濯をちょっとしてみました。そしてね、ちょっとユンボが空いたので、畑をですね、作るための穴掘り耕しをちょっとユンボで、やってみました。結構ね、なんか採石があって、硬いと思っていたんですが、その先端の方だけでしたね。あとは意外と柔らかい土でした。で、石もそんなに入っていなかったので、ちょっとその先、建物側だけですね。はい、ということで、ちょっと耕して、土を掘り起こしてですね、はい、やっていきます。ただね、本当雨降ってまたすぐ硬くなっちゃうんですよね。何をね植えようかなということで今考えておりますが、そんなことよりもですね、ちょっとやっぱユンボが欲しくなっちゃいましたね。いやー、でも風がまた今日も強くてですね、そしてなんか急に雨が降ってきたり
雷が鳴ったりということでですね、はい、ちょっと不安定な天気でございましたね。今掘ってるね、この辺がちょっと硬いんですよね。採石が引いてありましたね。はい。ですので、ちょっと何回も掘ってますけども、なかなか、入っていかない、爪が入っていかないんですよね。はい。ですので、ちょっと畑の位置をもうちょっとずらそうかなということで、本日は、以上となります。こちらがね、これがね、右側じゃなくて左側、まずこれね、散水線の排水管も作ってもらいました。そしてここの散水線も復帰していただきました。でこちらね、前回壊した雨水の配管も、浄化槽の外側のためマスに、接続してもらいました。そして裏を回ってですね、ここ給湯器のところ、これはねもうちょっとしたら後で直してくれてます。で住居側にね入る、ところと向こうのトイレからの排水管、これですね、壁から、抜きまして、そして給水、そして雨水の、配管を、既存の、用水路までの配管を使って外に、そしてこれが、散水線をここに増設していただきまして、もともとあった散水線利水中は、もう止めてですね、使えなくなりました。ということでね、そんな感じで今日は以上となります。これがトイレですね。はい。壁からね排水管が出て撤去していただきました便器ですね。はい、ということでですね、すっかり、夜はじゃねえ、外は真っ暗になりまして、寒くなってまいりましたけれども、本日は以上となります。今日はですね、レオ君のおっちゃんの歌子のスポットライトをちょっと朝一でつけに行ってですね、それから、帰ってきて水田さんがですね、前回の続きで裏のトイレの排水管と給水管の、工事をしてもらいまして、であと外側の散水線をつけてもらいまして、そしてあと雨水の配管を新たに、やっていただきまして、こっちのトイレ側の裏の雨水の、排水は今まで垂れ流しだったんですけど、それも雨水として配管をつなげていただきまして、そして、用水路の方に流れるようにしていただきました。はい。でこちら古いね方のトイレの、便器を撤去してもらって、排水管を横から入れて、で給水管も下から入れて、あとは私の方で、トイレを設置するということになっております。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月。